運気って変わるんだってことで、運気って自分で管理できるんだよってことが伝えたかったんですね。私ももちろん活用させていただいてるんですけど、それ意識してる時と意識してない時、明らかに運がいい、明らかに運がいいことがいっぱいありました。なんかもったいぶってるわけじゃなくて、体作りしないと結局ね、すごいいいエネルギーも受け取れないんですよ。あれ器がちっちゃいこぼしちゃうと反動くる。反動が来るんですか？はい、それではですね、チーム侍のですね、11月号というかですね、お届けする内容をちょっとここからね、やっていきたいと思いますけれども、今回ちょっとサイナトモコアワーの YouTube では天の時としてやっておりましたが、山本時臣です。よろしくお願いします。そしてですね、サイナトモコさんが今回、初出演ということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回ちょっとですね、いつもの今ちゃんがですね、やんごとなき事情によりはい、ちょっと突然急遽予定を変更してですね、今回実は通りがですね、この11月の22日にサムライ開運法2025という新刊を出されるということで、その、記念してですね、サイナトモコアワーと、初コラボで、このチームさんまでお届けしようじゃないかということで、この前半のですね、実は、動画はですね、サイナトモコアワーの YouTube の方でもどなたでもご覧いただけるようにしてお届けしたところなんですけども、これちょっと後半戦みたいなね、今回ちょっと改めて通りが、このチーム侍のねメンバー、今現時点でこれ2000名ぐらいいらっしゃるんですけど、年会員になられた方は実は全員にプレゼントするということで、本の内容全然言っちゃって構いませんので、打ち明けていろいろと言っていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、そもそものですね、なんていうんですか、読み方っていうんですかね、その2025の暦の、だからそれをちょっと改めて、本を読みながらこの動画見る方も多いと思うんで、こういうふうに使ったらいいんだよみたいな、ちょっと教えていただけると嬉しいです。書籍には日版って言って毎日の運勢全部書いてます。でそれとは別にですね、これちょっとシステムがいるんですけど、その方が生まれた日の名盤っていうのがあって、これも日版出てきます。でこれを基本掛け合わせて、この方位が使える使えないって判断をするっていうところが一番大事なんですね。で、基本的に前回ちょっと難しいところがあったんで、今回はなるべく日版だけでゆっくり開運してほしいなと。前回は普通に仕事上で使える時刻版とかね、そういった細かいところを出しちゃったんで、ちょっとそこは少し今回外させていただいて、まず日で1日単位で運勢変えていくっていう、とにかく運気って変わるんだってところをずっと慣れてほしい。決まっちゃってるとか、ずっと自分はこういうもんだって思い込んでる人多かったんで、それで運気って自分で管理できるんだよってことが伝えたかったんですね。ですからまずは自分の名盤のその簡易版ですけど、まず見てもらって、そこで自分が行きたい方位、例えば今日だったらこの日で、それぞれ行きたい方位が、できたら吉と吉が揃っているとか、そういうところを選んでいただくのが一番いいと思います。ありがとうございます。これは2024の時に、私もちょっともちろん活用させていただいてるんですけど、なんか出張で例えば東京に行くみたいな、今僕京都に住んでるんですけど、その時に僕の方位だと立交版の方ですよね。立交版の方でちょっと見た時に、京都から東京なんで東の方が吉とか大吉とか、そういう日を狙って出張に行くみたいなのを結構意識的にやってみたんですけど、それ意識してる時と意識してない時とこっちを実験的にやったんですよ。そしたらですね、やっぱり意識してない日よりも意識して吉とか大吉の日に行った時の方が明らかに運がいい、明らかに運がいいことがいっぱいありました。だからその日の打ち合わせがすごくスムーズにいったり、なんか例えば僕出版の仕事してるので、出版のプレゼンがね、どんどんうまくいって、ある出版社に提案した企画が3本あった時に3本全部決まったりするんですよ。すごいと思って。面白いですね。あと不思議なことがあって、僕日頃1日に何件もアポ入れる感じなんですけど、たまたまなんか1件2件しか入れてなくて、空いてるなみたいな、東京わざわざ行ってんのにみたいなついつい思ってたら、偶然その日になんか調整できて、なんか会いたいみたいな、東京の人が、なんか最近どうしてんのかなみたいな思ってた人が偶然連絡してきて、空いてる時間にちょうど会うみたいなとか
でそこでなんか出会いがきっかけで新しいなんか仕事が始まるとかね、まあ、結構不思議な。本当に運が変わった感じですね。そうなんですよ、これがねちょっと実感してまして、まあ、仕事だけじゃなくてなんか旅行に行くとか、まあ、そういう時も方位でやっぱり見て使うようにしたんですけど、明らかにちょっと見た時とちょっと参考にしないでやる時とでちょっと結果が違ったんですよね。これ面白かったですだから。ともちゃんも実際使いました？私はちょっとだけ使いました。使ってないです。なるほど。まあだけど実はともちゃんもね、僕と一緒に仕事でね一緒に行く時とかもありますんで、あれって通りあれですよね。別に誕生日が違ってもサムネ開放の暦で基地方位だったら僕でもともちゃんも一緒ですよね。いくらいいもんでも器が良かったらこぼれちゃうでしょ。だから基地を受け続けるにもそれだけの体力気力いるんですよ。すごい疲れるんですよ。でどんどん流れ込んでくるから。だから1日単位の今のやつ公開して慣れたら次はいけるんじゃないかなっていう場を、そうだからなんかもったいぶってるわけじゃなくて、体作りしないと結局ね基地っていうすごいいいエネルギーでも受け取れないんですよ。あれ器がちっちゃいこぼしちゃうと反動くる。反動が来るんですか？だってせっかく送ったのにさ神さんからするとね、まあ何やってんねん。あらららら。そんな感じ。怖いよ。怖い。そう。だってほら、こう尺をしたらさこぼしたらさ俺の幸が飲めるんだかってあんな感じ。いい木を送ったのにさ。何やってんだってなっちゃうでしょ、ちょっとでこぼれたらまあしゃあないけど、どぼどぼこぼれたら何やこれお前言ってってさ送れ言うたら送って受け取ってへんやんやったら反動くんで、ドカーンと落ちる、本当に落ちる、そういう考え方。じゃあある意味これちょっと気をつけて使わないといけないですよこれね。だから公開してる範囲だけであれこれ考えずまず使ってくださいってずっと言ってたらそこなの。なるほどね。で皆さんが慣れてきたら今度こういう使い方今日伝えましたね、そういうのが出せていけるはず。じゃあある意味こう古流舞台術とか、まあチーム侍入ってる方って結構何百人の方が今ね鍛えてらっしゃいますけど、そういう方は結構ちゃんと受け取れるようになってくる、だからこう喋れてるのかなと思う。去年は全く喋る気なかったんですが忘れてた。ほら忘れさせるでしょ。で開けてくるとあそういえばこれ伝えた方がいいとかパッと出てくる。じゃあちょっと合格ラインがこう上がってってると思います。次に行きましょうってなったんですかね。そうすごい、これすごいチーム侍ならではの話ですね本当にね。だからしっかりやってる方とそうじゃなくてってことはだんだん乖離してくるから、まあぜひ皆さん本当全員上がってほしいですよね。じゃあ結局ほら2025って分かれてしまう年だもん。つまり意志力を使って伸びていく人と、それを知らずにまあ、よく言われる停滞、停滞ってないんでね、だいたい落ちてくるからぐーっと離れていくんですよ。でしっかり割れちゃうんです。だからそれでいくならできてればせっかくこういうね話、ある意味秘密の話知ったんだから秘密の話は生かしてほしいなと、そういう話ですね。